どうも、ありがとうです。サムネイルを見てこの動画のテーマがピーンときた方、相当鋭いです。意識が高いですね。天才クラブ特待生に立候補してみてはいかがでしょうか。今回は前回の異物厳選の動画でも触れた効果抵抗についてやっていきます。攻撃力や会心率、防御力とかって具体的に指標になる数字がありますよね。例えば会心率なら 70% 以上、速度なら134以上とか。効果抵抗はどうですか？ 24.2% 以下だと 100% デバフ命中してしまうから無駄になってしまう。逆に 100% ならデバフを受けないということをご存知の方もいらっしゃると思いますが、これくらいやれば安心という一つの指標とする数値って気になりませんか？そこで今回は効果抵抗の確率を変えながら実際にバトルをしてどれくらいあれば安心できるのかという検証をやってみました。ということで早速やっていきましょう。タイム。一番デバフを受けたくないキャラクターといえば誰でしょうか。デバフ解除のスキルを持っているキャラクターですよね。そこでまず今回の動画の主役からご紹介したいと思います。最強の女、ナターシャです。何が最強なのかって？まずはこのごっつい武器。これは軍隊で使用されているグレネードランチャーという武器で、その重量は 2kg オーバー。価格 .com 調べ、閉じ。こんなごっつくて重い武器を片手で軽々と振り回す姿はまさに最強。その実力はアーノルド・シュワルツェネッガーのお墨付き。そしてマインドが最強。みんなが倒れているにもかかわらず、間に合ったよね、ほんの気持ちよ、気にしないでなんて普通は言えない。このプラス思考のマインドこそまさに最強の証。極めつけは効果抵抗 97.1% のステータス効果。行動制限や持続ダメージへの抵抗値が高くなることによって防御力や被ダメージにもつながるステータスにもなっているので、生存率が桁違いに高い。そういう意味では孫悟並みの耐久性。まさに最強。 100% ではない、この 97.1% という絶妙な確率。どれくらいのデバフ抵抗を持つのか気になる方もいらっしゃいますよね。そこで開拓者ありごとうさんからコメントをいただきました。十分満足のいくレベルですね。体感的には 100% と言っちゃってもいいぐらいデバフを受けません。現状のバージョン 1.6 までの環境であれば、高難易度クエストでも何の問題もなく安心して見ていられますので、100% まで上げる必要性はないと考えています。個人の感想です。閉じ。それに、残りの 2.9% を上げることにコミットすることよりも、他の異物厳選を行ってチーム力強化をした方が有効と判断し、ナターシャの効果抵抗異物厳選は終了しています。効果抵抗はまさに縁の下の力持ちですね。ありごとうさん、ありがとうございました。ピンポンパンポ効果抵抗の解釈を勘違いされている方もいらっしゃるようなので、簡単に説明しますね。効果抵抗確率とデバフ抵抗確率は同じではないということです。デバフ攻撃をするときはその効果を命中させるための効果命中が必要になります。なので敵の効果命中と味方の効果抵抗を加味した上でデバフを受ける割合が決まってきます。これを数式にすると、デバフ命中率は基礎確率に効果命中、効果抵抗パーセント、各デバフ抵抗パーセントをかけたもので求めることができます。例えば、効果抵抗 50% ならデバフ抵抗も 50% ではなく、デバフ命中率が 66% となるので、デバフ抵抗確率は 34% となります。効果抵抗 50% ぐらいだと5割の確率で防げるのではなく、6割強の確率で被弾してしまいます。正しい認識を持ち、効果抵抗のステータス強化をしていきましょう。効果抵抗を正しく理解できたかと思いますので、今回の検証についてお伝えしていきます。検証方法は効果抵抗値約 90% から 5% 前後の単位で効果抵抗値を 70% 前後まで下げていき、最終バトルをクリアするまでナターシャが行動制限に陥った回数をカウントするという方法で行いました。
持続ダメージを受けた回数はナターシャ自身でデバフ解除可能になりますのでカウントしていません。なぜ 70% 前後までというアンダーラインを設けたかというと、私のブローニャの効果抵抗値が 62.7% あり、約5割の確率で被弾することが今までプレイしてきた経験からも分かっていたからです。そこそこな確率で被弾してしまうので、デバフ解除できない時があるんですよね。なのでアンダーラインを約 70% に設定して実施しました。検証を実施したステージは、模擬宇宙の第6世界、最初から最終ステージまでと、忘却の庭混沌の記憶第7ステージの後半。パーティー編成は、模擬宇宙は孫悟の挑発と公園水のヘイトありで、忘却の庭の方は孫悟の運命キャラクターなしの編成で検証を行いました。これは必然的に忘却の庭のステージ7の方が模擬宇宙と比べてトータルラウンド数が少なくなってしまうため、試行回数の乖離を埋める目的であえて被弾しやすくなる状況にしました。近人門番はもちろんですが、宇宙からの氷も行動制限のデバフ攻撃を仕掛けてくるので、多少の誤差軽減にはなるだろうと考えました。試行バトル回数の少ない忘却の庭の平均所要ラウンドは5から6ラウンドでフルオート。防御力の低い炭鉱と静寂を編成し、どちらか一方が倒れやすくなるようにして、ナタシャへの被弾率を高める調整を行っています。こちらが検証結果になります。縦が検証を行ったステージ、横が効果抵抗値です。89.3% を 90% に見立てて、そこから 5% 前後ずつ下げて実施しました。若干の確率調整誤差はご了承ください。ご覧のように行動制限された回数に大きなばらつきが出なかったので、検証実施回数は1回で終了しています。結論から言いますと、効果抵抗値 75% 以上なら安心安全。70% なら被弾はするけど安全という印象を受けました。ちなみに先ほど申し上げたように、私のブローニャの効果抵抗値は 62.7% ありますが、70% とは別世界ですね。体感的には新幹線と快速電車ぐらいの差を感じました。今回の検証結果から、各駅停車の新幹線で良いなら 70%、各駅停車しない新幹線が良いなら 75% 以上、70% or 75% が効果抵抗値強化の安心できる目安パーセンテージになることが分かりました。安心の定義は人それぞれだと思いますので、事故が起きて負けてしまうリスクの低さぐらいに解釈してもらえれば幸いです。さて、今回の動画いかがでしたでしょうか。効果抵抗ステータス強化は頼もしいの一言につきます。70% という数値を盛ることは、奇跡で 60% ある羅刹以外のキャラクターだと簡単ではありませんが、バトルクリアの安定性を大きく高められる柱になります。このナターシャを見てください。22ラウンドの間、最終ラウンドまで5対1で戦い続け、一度も行動制限のデバフを受けることなくソロで持ちこたえることができました。ナターシャの効果抵抗強化内容をシェアしますので、興味ある方は参考にどうぞ。この動画が面白かったり参考になった方、高評価で応援をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。